コウタです。タイです。今回はマレーシア移住1ヶ月間の生活費を大公開です。それでは行きましょう。Let's get started! 世界中チャンネル。その前にですね、ぜひこのチェンマイ動画、チェンマイの生活費大公開という動画もありますので、それをちょっとだけ振り返ると、その時にかかった生活費が29万2630円でした。これがかなり遊んでね、使った額ですよという話しました。で、今回のマレーシアは、チェンマイよりは物価は高いです。じゃあ、いくらだったのか発表します。もう発表しちゃうんですか？発表します。早っ。27万7691円です。イエーイっていうか安いやないか。なんでか安くなってる。安くなっとるやないかということで、その理由も含めてお話をしていきたいと思います。その詳細をね、そうね、全部明かしちゃいますね。内容に行く前に少し補足をすると、今回もなんですけど、特に制限したとか、なんかこれを切り詰めようとかしたことはほとんどないです。別に無理してなんかとか全然いいね。だから行きたいとこにも行ったし、やりたいこともやりましたという前提です。そうだね。ただですね、チェンマイというのは本当に遊びスポットがたくさんあって、とにかく毎日どっか遊びに行ったりマッサージに行ったり何かしらしてました。またはね、いろんな交流をしたりしてましたということでかかった部分はあったんですが、今回そういった部分がほとんどないです。というのも、こちらのマレーシア、ルームツアーの動画見ていただきたいんですけど、これを見るともうほぼこの家の周りで完成されていると引きこもっていう形でどこにも遠出をする必要がないという場所だったので、ほとんどね我々引きこもって幸せに過ごしておりましたということで結果的に節約できたという話になります。実際ね我々はかなりのんびり過ごしていたわけなんですけども、内訳に入っていきましょう。まず家賃なんですが10万5000円でした。ということでこれはチェンマイよりはもちろん高いんですね。高いんですけれども、先ほどのね、動画にあった通り非常に充実した、豪華だよね。世界一住みやすいのがこのマレーシアということなので、ぜひね皆さんもこの豪華な設備を低予算で体験していただきたいなというふうに思います。コスパナンバーワン。でここにですねありがたいことにジムですね、ジムの代金とかプール2つありました。でそこも無料です。で今回は Airbnb なので、水道光熱費も無料ということで含まれているということなんですけども、これもありがたかったですね。というわけで今回は事務代もかからずに、しかも洗濯機もあったので洗濯代もかからなかったということで、これはありがたかったです。でチェンマイの場合は、洗濯はねちょっと何バーツか払って、洗濯するというような形でしたという感じですね。でさらにそれなりに安いのが通信費ということで、50ギガ55ギガまで使えて100メガスピードが出て39リンギットなので、1365円と激安ですいう激安ですね。激安なんですが、これもチェンマイとかと比べると少し高いというね。そうだね、確かにことになってる。それでも安いけどね、日本と比べたら。で我々は楽天モバイルを契約していて日本の番号を確保しているので、こちらが1078円という形になります。で2人で4886円という形になります。そしてこれは前回も話したんですが英会話をやっているのでネイティブキャンプ代6480円ということで、これを払っていますという感じです。サブスクリプションに関しては全く今までと一緒で Amazon プライムと、YouTube プレミアム1200円 Amazon プライム600円という形で1800円毎月払ってますよという話です。でつまり家関係がだいたい10万9886円かかっておりますと。そして、食事部門いきたいと思います。食事部門に関しては、当然ながら一番かかるのが日々の食事ですね。日々の食事に関してはだいたいですね朝平均150円ぐらいです。というのも、フルーツを少し買って、オートミールとヨーグルトのご飯で家で食べるのでそんなに大きく高くならないというものになります。もしくはバナナとかでねですね。ヘルシーでやってました。バナナは優秀やな。一番安いくせに美味しくなるってすごくない？一番安いわけではない。あれそうかな。あれで200何十円でしょ。一房。1個120円ぐらいでしょ。なんで？だってバナナ1本やで1回使うの。まあどう考えても一番安いで。
だって5本とか入ってて200円とか250円とかそれぐらいやから。40円50円そうやろ。絶対こっちの方が安いで。で昼食が600円ってあるんですけど、これ外食するとマレーシア最近高くて700円か800円ぐらい見とく必要があると思います。で今回は2月の後半ぐらいからあれ結構、家の中で作っても全然いけるぞというふうに思ったので、スーパーでラーメンとかね野菜とか買ってきて、それで僕が調理するという形になったので、結構その時は安く抑えられるので、平均すると600円ぐらい、外食することもあれば家の中で作る時もあるということで、600円大体外食すると800円とか使ったりとかするけれども、家の中では300円とか そんな感じになるので、昼食は安い。で夕食はちょっと豪華にする時もあるので、大体平均が700円というふうになっていて、大体1日1人1450円かかりますよという話です。味覚がお子様なんでね、食べ放題でこの単価の安いポテトフライを頼んでしまうで満足しているという。美味しいですよ。で途中前回もそうでしたが、1日ちょっと全く食べない日がファスティングの日があったりとか、あとは交際費そうですね、交際費はまた別でやってるので、チェンマイと比べたらチェンマイはほぼ外食だったんですね。もう 100% と言ってもいいぐらい外食またはグラブフードだったんですけども、今回は自分の自炊もしましたよということですね。でそうやって大体が2月は28日だったので、今回2日間ぐらい何も食べなかったり、交際して交際費に落とし込んでいるという部分がありますので、大体26日換算をいたしましたということで、1日2900円の26日なので75,400円が食費となっております。これは一般家庭からすれば結構高い方だと思いますね。全然高い方だと思います。外食してないんでね、多くの方は。でプロテインなどが7000円ぐらいという感じで、これはラザダという方ですね。ラザダというアプリから買っています。 Amazon みたいなやつ。そしてサプリもあるんですが、サプリはこれは1万円って書いてありますけど、実際買ったのはマレーシアというよりもタイの時に買ったのかな、確かね。タイの時に買って持っている。日割りするとそう、このくらいですね。月割りすると1万円ぐらいという感じになります。そしてお菓子は実を言うとほとんど買わなかったというのが、前回のチェンマイと違うところです。そういうのもやっぱりタイの時はちょっと歩いてると、こういうのがある、なんか食べてみようとか言ったらね、マンゴースティッキーライスあったら食べてみようとなったんですが、今回は街歩きをほとんどしなかったので、あんまりなかった。たまに街歩きってね、誰もね、そうたまにタイムさんがミクシェとかミクシェちょっとご覧に入れる、これね、世界に2万店舗あったかな、すごいよなあるぐらい、リーズナブルかつ美味しい、スイーツのお店があるんですけども、そこでね何回か買ったりとか、他にもちょろっと買ったぐらいですね。ロティティッシュとか食べたりとか、そういうぐらいですね。で嬉しかったのが水ですね。水がほぼ0円。なんかクックっていう確かメーカーやんな。そう、韓国のメーカーで、浄水器で非常に質が高いので、そこから水道水を通して、すごく安じゃないや、0円でできるということでね、ホットウォーターと両方いける。今これね、画面で見てくれてると思いますけども、こんな形で、水をほぼ買う必要がなかったということで、本当にたまになんか外出してクアラルンプール行った時にちょっとコンビニで買ったりとかいうぐらいで、だいたい5本ぐらい買ったかなということで、500円ぐらいしかかかりませんでしたという感じです。だから総合すると食事関係で、交際費を除くなんですけども、95,300円というのがこの食事関係の予算となります。で続いて移動費ですね。移動費はタクシーなどっていうか、タクシーしか使ってないですね。今回は電車も乗ってないですし、なんかバイクを借りたようなこともなかったので、タクシー、そうですね、タクシーしか使ってませんということで、大体一番多いのがダパルズというショッピングモールに行く、250円とか300円ぐらいのグラブタクシーですね。それを使って、往復で500円という感じだったりとか、あとは、これ今のところ計上してなくて後で計上しますけど、クアラルンプール行った時に使ったりとかして、普段の生活ではほとんど使わなかった、だから8回ぐらい500円のやつを乗って、で1回空港まで1500円かかりましたよという形で、とても
安かったね、移動費的には。安いね移動しなかったんでね。そもそもしてないからね。週に1回どっか行ったかなというの、何か乗ったかなという感じぐらいで、そうやな。ほぼ家の周りで過ごしましたという感じです。そして、続いては、旅費とか有効費ですね。本来であれば必要ないお金、削れるお金という形にして、これはですね、だいたい旅費が2回クアラルンプール行きましたということで、クアラルンプールが意外とかかるんですよね、これ。特に初日。何ですか？ここにあるんですけど、主にだからバスツアーです。あれか。バスツアーが1人2100円かな。あれがもったいなかったな。1人、ここか、60かなんかで、2100円で4200円だったりとか、スシローですよ、ダミさん。スシローな。スシロー4300円。これだから普段は我々700円ぐらいでやってるところを2000円、3倍ぐらいかけてるって感じですね、1人当たり。で、タクシーも結構乗ったんですよね。距離があったもんな。2回行って、距離も行ったし、途中で、別のところに行った。だから1日3回乗ったというね、行き帰りプラス途中でもう1個乗ったりとかして、結構合計で9835円かかったということで、でこれアイスコーヒーあれですね、パビリオンであなたがもうなんか暑すぎてダメだっつって、サーティワンアイスクリーム行ったり、僕はコーヒー買ったりというようなことをやったりとか、あとは中華街、チャイナタウンでチキンライスを食べたということで、これはそんな高くないですけどね、1個に700円ぐらいと。寿司三昧、ちょっとこれお茶ですけどね、これは15リンギ525円ぐらいで済んだということで、合計2回行って、1回あたり1万円だからかかったんですけど、そんな感じでかかりましたよ。特に初日のクアラルンプールですね、1回目のクアラルンプールは1万5000円ぐらいかかったかなというような感じです。というわけで、こういったのが旅費というふうに捉えました。今回はどこか、前回ねパイとか、行ったんですけど、今回はどこもそういうところは行かず、どこか泊まらずに近いっていうか、そう1時間かかんないね、45分ぐらい、40分ぐらいですね、40分45分とかそれぐらいので着くんで、行きましたが、ホテル取ってもよかったけどね。ホテル取ってもなんかキルトンで5500円ぐらいからあったりとかして、それもありかなというふうにね、次回は思います。で、サウナな。はい。1回だけ行きました。ジョエルの家ですね。これもちょっとご覧になってる。2回行ったか。これちょっとご覧いただきたいと思いますが、これでジョエルの家に付属している、家というかマンションに付属しているサウナ無料と。うちのコンドミニアムの向かいのね。やっぱこれはね、これありがたい。やっぱり整いますね。貸し切り状態というものですね。で、さらに交際費が合計16,625円っていう感じで、ディナーが1回ぐらいしかなかったのかなという感じですよね。イベントのイベントを出た時のクアラルンプールに280リンギ、これは結構でかかったんですね。で、あとはランチが多いですね。そうやな。ランチを主にして、うちのたまにの机でね、みんなでご飯食べたりとかして、とても楽しい時間を過ごしましたという感じで、本当に今回は週に 1,2 回誰かが来ていただけるという、あるいは人に会いに行くという感じで、それくらいちょっとね、ちょうどいいかなという感じだよね。楽しかったね。楽しかったですね。で、今回は良かったというか、予算が抑えられたのは、タイと比べてカフェの回数が少なかったと。そっかそっか。ほぼ家にいたと。そうやな。いう感じで、家の環境、仕事環境が良かったからな。前回毎日行ってたんですよね、チェンマイの時は。ほぼ毎日。で、2人で行ったりとかもしてたので、今回は家が心地よかったし、そこまでね、10軒ぐらいはあるんですが、チェンマイと比べてそこまで多いじゃない。チェンマイは本当バイクでちょっと行けばもう何十軒ってあるようなところなので、今回は家の中に引きこもっていたという感じで、これも減らせた。でもとはいえ、2人で7回ぐらい、合計で14回というか14オーダーというふうにしたぐらいで、だいたい平均が400円のコーヒーで、5600円という形がカフェの代金です。つまりこの交友費がだいたい43,505円というふうになり、43,505円というふうになりました。これはだから全く減らせるお金ですよね。もし減らそうと思えばですけど、減らせるお金です。で、さらに雑費という形で、これは計上しなくてもいいんですけど、計上すべきなのはこの例えば洗剤、食器、サングラスなどは日用品ですね。で、サングラスはいいのかな。サングラス、水着、服というのは普段は買わないですね。
年に1回買えばいい方というようなものを買ったりとか、まあだから普段は水着や服は買わないので、これの今25,000円のマイナス2万円ぐらいになる、つまり5,000円分ぐらいの形状で済むから、まあ、普段はもっと安くなるとそうだね。いうことですね。そして、まあ、結論として、はい、このかかったお金が27万7,691円ということで、まあ改めてやっぱりトータルだとお買い得お得だなと安く生活できるよいう感じだよね。これだって今のいらんここにさ、抜いてってもいいやつ、必需品じゃないやつ引いたらさ6万ぐらい引けるわけやん。4万3,000プラス2万だから6万3,000ぐらい引けるということで21万ぐらい、で生活できるさ、その2人で、そうなん節約そんなにせずに、そう時にはしゃぶしゃぶ食べ放題とか言ってもね、焼肉食べ放題みたいなね、外食しても21万ぐらいで生活できるよって感じだから、いいよね、すごいとっても良かったと思います。まあ例外的に今回はスマートフォンを新しくシャオミのものを買って、それが10万円ぐらいだったので、それは計上しておりません。だからまあ本当に使った額になるともうちょっとありますけれども、まあ生活それ自体にかかるお金としてはだいたい27万7,000円ぐらいと8,000円ぐらいということなので、まあ2人だったらね本当に、まあ、究極15万稼げばこの生活ができてしまうということを考えると、なんと素晴らしいマレーシア生活。マレーシアはさ、ほらコールセンターとかさ、やっぱあるから、日本語で仕事できるような、そういうやつがあって、そのコールセンターとかでも結構いいお給料もらえたりとかするから、もう悠々自適に過ごせるよねあれ。今はちょっと調べたいんで分かんないけど、2年ぐらい前の求人で見たのはサイバージャヤで、航空券もつけますと、しかもなんか労働ビザも発給しますという条件で30万ぐらいだよね、確かね。30万か20数万かぐらいのものがもらえると。住居のなんか手当みたいなのもついてる。そうで、なんか最初の2週間もホテル代支給とか、お家に使うまでこんなに手厚いのみたいな。そう、びっくりしたよねあれ、そんなにしてくれるんやみたいな。だから日本のコールセンターをマレーシアに置いたりするような会社があったりして、その会社がまあそういうふうにね、こちらでマレーシアで、トータルにすると法人税が場合によっては無料だったりするので、割と給料に振り向けられるみたいな形で、それで来る人が多いんで、俺はね20代だったら行くよな。それを選んでも全然いいかなと。すごくない？だっていうふうに思うよね。このさ30万もらってさ、一人でもし生活したら半分になるわけやん。でそう考えるとさ、15万以内でさ住むわけやろ。いや、それは無理だと思う。だから住居費っていうのはやっぱりシェアできるから、まあでも5万の家っていうのはなかなか厳しいから、20万でもし20万だと全然生活したとしてさ、30万もらえてたらさ、10万を毎月浮くわけやん。すごいよね。そしたら兄さんに振り向きましょう。すごいよね。だから絶対いいよね。若い人でさ、なんか日本のなんかお仕事、窮屈だなって思ってる人はね、マレーシアに行ってみるっていうのはありなんじゃないこれ。これまた今日改めてお話ししたいと思うんですけど、やっぱ海外移住で特に大きいのがやっぱお金なんですよね。結局のところお金どうすんだと、どうやって稼ぐのかとかっていう、お仕事どうしたらいいやろうってことがみんな心配やもんな。ことがあるので、そのためには先ほど言った現地で雇われているという方式もあれば、もっと最近増えてきているのが、日本の企業に雇われていて、その会社がリモートを許可しているので、アジアに自由に住んでますっていう人が何人も出会ったしな。デジタルノマドありですみたいな会社が最近増えてるから、すごいことよ、あれ画期的な。とか近年はもちろんこういった YouTuber であるとか、投資家であるとか、タイミさんなんか今オンラインで全てやってて、コンサルティングとか社長様との打ち合わせというのが全部オンラインでできる。なるほど。しかもその、他の仕事を振る先もオンラインでお願いできる。文章を書いてもらったりとか、デザインウェブデザインしてもらったりとか、最高ですね。これですね。すごいチームじゃないですかこれは。っていうことがあったりとか、インスタのことやってもらったりとかって全部ウェブでできるので、できますよと。できるな、いろんな選択肢あるよな。むしろだからそれで15万でいいんだというふうに考えたら、もう余裕とまでは言わないけれども、だいたいやっていけば、ちゃんとやるべきステップをやっていけば必ずできるというふうに思っているので、ぜひあなたも海外移住、特にこのマレーシア移住というのはおすすめなのでしてみていただければというふうに思っております。
それでは今回はこのマレーシア1ヶ月の生活費大公開というテーマでお送りをいたしました。それではね、またいいなと思ったら高評価とかコメントとか、あとね、いろいろシェアとかねしていただけたら嬉しいなというふうに思っております。それではまた世界中でお会いしましょう。さよなら。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world.